もね、私一応農業の専門家なもんだから、信じられないんですよ。農水省も含めて全くこういうのことまだ、信じてないというか、ただの遊びの農業じゃないと思ってます。でも、みんながやりだしたらね、必ず研究してくれます。そして、一般の農家がやる日が来ますので、そのためにはまず皆さんがやるしかないということで、ぜひ覚えて帰ってくださいね。で、この後、真ん中に麦を植えます、この溝の。今からね。そしたら麦が根がバーッと張って、この盤がどんどん柔らかくなります。そしたらまたそこをもう一回機械で上げれば、今からもっともっと深くなるということですね。で、いくら深くしたところで水が溜まっちゃダメですよ。で、ここはね、向こうに落とし口があります。さらに低い場所が。で、向こうの山の方まで持っていけるようになってます。だから掘っていいわけです。だからもういくら掘っても水が溜まったら逆効果です。掘ってしまうと水が溜まるようになっちゃうと周りの水が集まってきます。で、逆に金ちゃんがいつも水浸しになってしまいますので、とにかくこの土作りは四条金っていうね、生き物を使った土作りですので、動画見てない人います？四条金のうちの動画。まだ見てない。見てないのに来たの？偉いな。はい。とにかく普通今までの畑っていうのは四条金はほとんど無視してきました。というか大体敵が多かったんですね。四条金っていうのは何でも分解できるんで、野菜でも分解できますから、どっちかっていうと病原菌って思われてました。でも病原菌じゃなくて強いもの何でも分解できますので、こういう木や竹まで分解できるということなんですね。そしてこの四条金が住めるようにさえすれば肥料がいらなくなるんです。ところが四条金を増やすことが普通は難しいね。で、どこに四条金がいるかっていうと山です。山の中は菌糸だらけ。白い糸がいっぱいあるじゃないですか。落ち葉を外してみたら白い糸みたいなのが、あれが全部四条金。大体キノコの仲間が多いですね。キノコでじゃあなんで森にあって畑にないんでしょう。森と畑の違いは何ですか？ヒント。四条金は空気が大好き。森の土の中が空気が多いってことよね。どうして畑は空気が少ないの？はい、落ち葉があるかないか。落ち葉があると雨に当たって落ち葉が雨を止めるからね。落ち葉がないとどうなるの？いいじゃん。落ち葉がないと直接雨がボーンって当たるから落ちないのよ。それ雨が当たると土が壊れるわけ。土の粉がで壊れて、一番小さい粘土の小さい粉が最後に沈むわけね。そうすると雨が直接土に当たった後って土の表面がほらワックス塗ったように空気の通らなくなっちゃうじゃない。あれは土を崩してるわけ、雨が。そして粘土分だけが最後に沈殿して、それで空気通らなくしてるわけ。落ち葉があることによってそうやって土が壊れないようになってるのね。だから余計ふかふかしやすい。なるほど。それが一つですよ。山は落ち葉があったり木があったりして雨が直接当たらないんだよ。だからここも今日は雨が直接当たらないようにします。そうすることによって空気が入りやすくするのね。もう一つ、森と田んぼの違いは何？やっぱりよく考えて、大雨が降った時どうなる？ここもし大雨が降ったら違う。大雨が降ったら水浸しになるやん。ここ森はそう流れるんですよ。どうして？斜面だからね。斜面にすればいいんですよ。斜面にすれば水そこたまらないから。でもここ斜面じゃないから、無理やり斜面にしてるわけね。強いここに平面の中で斜面作っちゃって、でこの斜面の部分は水がたまらないようにしてるわけだから、斜面を増やすためにできるだけ畝を高くするということになります。 OK？ はい。で、そうすると今度四条金って空気が大好きですので、中の下の方に入れた方がいい、上の方に入れた方がいい？餌は上。どうして？そうよね。空気があるから食べやすくなるの。例えばもみ殻を雨ざらししたこと見たことある？あれね、ちょっと掘ると1年経った時はね、表面から10センチぐらいが白くなってます。その下は元通りふわふわでボロボロです。上の方だけ菌糸が張ってもみ殻が固まってるの。見たことある？ない？やってみて。もみ殻を今からでもいいから
こうしてこう山しとくの。で来年の梅雨頃もう中もう白くなってるから。でも20センチも下になるともう全然白くない。それはもう空気が来ないからということなんですね。でもだんだん空気が来るようになってだんだん入っていくんだけど、とりあえず1年目だともう十数センチしか菌は来ない。だから今日もだからこれ餌はできればもう上に置く。下に置いてもまあ少しずつ食べはするんですけど、上に置いた方が確実に市場菌が来る。下に置くと他の菌が来るかもしれない。なんで他の菌じゃダメなの？なんで市場菌に食わせるの？市場菌だけが空中窒素を固定することができる。他の菌だったら肥料がいるんですよ。市場菌はいらないの。面白い人やね、あなたそんなに喜んでくれて。めっちゃ面白いですね。動画見てないね。はい。他の人みんな動画と同じこと言う。すごいこと言ってある。いやみんな当たり前って聞いてんだよ。化学窒素を菌で作るってことで、化学肥料をですね。そうそうそう。で取り出しるのを菌が作るってことですね。自然界はそうなってたの、本当はね。ただ市場菌が作って取ってるんじゃなくて、私が市場菌だとします。私は何でも食えるわけ。木でも竹でも何でも分解できる。強いの。強いから場合によっては野菜まで食うもんだから病原菌って言われてたの。でも病原菌じゃないの。強いだけ。本当は木や竹の方が死んだものを食うのが基本なの。で食べて私が大きくなろうと増やそうとするときに、私の体にはタンパク質が多いの。だってアミノ酸多いじゃない、椎茸とかさ。でも食べる竹には窒素がないからタンパク質がほとんどないの。でどうすればいいかというと、ここには窒素が7割窒素なんです。ここ空中。ただこれ直接野菜吸えないのね。一つはほらマメ科だけは根粒菌っていうのがいて、根粒菌が空中窒素を固定するから、マメ科は無肥料で育つじゃないですか、大豆とか。なんで無肥料かって、肥料は空中窒素が肥料になってたのね。でもあれはマメ科だけなんですよ。そうじゃなくて根粒菌を使わずにもう一つあるの、窒素を肥料に変える菌が。それが窒素固定細菌という、総称した名前なんですけど、いろんな種類の窒素を固定できる小さな菌たちで実はいるの、いっぱい。であなたが小さな菌たちとする。でところがこの子はね、固定するためにはやっぱりエネルギーがいるわけよ。今の化学肥料も結局天然ガスを燃やして作ってるの。エネルギーがないとこの窒素はこのアミノ酸には変わらないの。肥料には変わらないの。エネルギーがいるの。でこの子はエネルギーが欲しいのに、この子小さすぎてこんなのがエネルギーになれないの。食べられないの。だからあんまり窒素固定できないんです。ところが私はこんなものを食べてエネルギーに変えることができる。エネルギーに変えて、私が食べてエネルギーに変えてこの子に渡すわけで、この子はこのエネルギーで窒素を固定して自分も増えるし、お礼に私に窒素をもらえるわけで、私も増えることができる。だから私の表面にこの子いつもくっついてんの。この子一人じゃなかなか生きてもいけないしね、小さいし他の子に食べられるし、私と一緒に暮らしてるの。で私からエネルギーをもらいながら、私もこの子から窒素分をもらい、アミノ酸をもらいながら、私もどんどん伸びていく、この子も伸びていくっていう状態で、そこにお野菜があるわけね。でお野菜の根っこがあるわけ。ところに肥料を吸おうと思っても肥料がないんですよ。ないの、全然ないの。でどうすればいいかって、私が一緒に暮らさないって聞くわけで、本当に侵入しようとするわけで、あなたが受け入れる場合があるのね。受け入れなかったら私はただの病原菌だよね。あなたを無理やりこう食べようとするから、あなたは病気になるかもしれない。でも病気にならないのはあなたは私が大好きだから受け入れてくれるの。汁って完璧に入るの。そう完璧に入ってしまうの。そしたらもうあなたの根になっちゃうの、この人。でもうあっちこっちの栄養もらえるし、おまけに窒素肥料までもらえるわけ。窒素肥料はこの子からもらったものをまたあなたにやる。そういう仕組みなんですね。市場菌なんですか？そう窒素固定細菌。窒素固定細菌。あなたは？私は野菜。そう。これ三者の関係なの。これがね、本当にね、よくギブアンドテイクって言うけど違います。ギブアンドギブなんですよ。人参なんか小さくてほとんど役に立たない小さな人参なのに私はやっぱりくっつくの。私はだからね、優しいの。ボランティア精神がある。弱い人がいるとね、助けてあげたくなるんです。ところがあなたが大きくなっちゃうと、今度は光合成バンバンできるようになるの。
そしたらそれ私もらえるの。だから長い目で見たらギブアンドテイク券もだけど、そんな打算的なもんじゃない。ただただあなたを助けただけ。でその後逆にあなたが元気になったら私も助けられる。そして今最新の研究成果でこういう農業をすると最終的に野菜が育ったら光合成した量のなんと約最大半分近くを私にくれるんだって。100ね炭水化物作ったら自分が例えばあなたがピーマンだったらピーマンを大きくするんじゃなくて50を私にくれるんだって。市場金に。でもピーマンが収量が減るわけじゃないのよ。能力が上がってるから。だってもうあらゆるところから根引っ張ってるし、私はしかもただの根じゃないのよ。菌なのよ。菌ってすごい強いの。私の講演会聞いた人分かると思いますけどね、微生物ってまだ人間には分かんないいろんなね生理活性物質っていうのを持ってて、とにかくあなたを活性化させるわけ。クロレラとか乳酸菌と一緒やね。そういう力があるわけ、私には。だからますますあなた元気になる。でそれを私たちがもらう。でもらうと俺らもそんないらないから、どうするかってためるの、土の中に。でこの農業をしちゃうと土の中に高分子の炭水化物がどんどん蓄積されていくの。要するに腐食みたいなものがどんどん蓄積されていくの。この農業をするだけで地球の CO2 は固定化されていくの。炭とは別にね、やっとそのことが分かってきたの。それに対して今までの農業は残念だけども、仕方なかった部分はあるんだけどもね、結局肥料を入れたら大きくなったもんだから肥料を入れちゃった。でも入れると例えばここに肥料入れるわけでしょ、耕すわけでしょ、苗植えるでしょ、雨が降るでしょ、その肥料どうなる？流れるんですよ。100入れて100が栄養になってるんじゃないの。どう考えてもそうよね。100きれいに混ぜてよ、苗植えてよ、根っこが肥料につながってないじゃんまだ。そこに雨が降れば流れるに決まってるやん。なんと3割から5、6割流れてたの。流れるぐらいいっぱい入れないと、いや流れちゃいけないって少し入れたら、だって少し入れたらそこに根がいってないからもう全然育たないし、だから過剰に入れるしかなかった。そうするとどうなる？海が汚れ、川が汚れ、地下水が汚れて、この前テレビで言ってたでしょ、病院で地下水使ってたら塩酸が多かったって言って、ブルーベビー現象って言いましてね、塩酸の多いものを飲んだり食べたりすると赤血球が酸素運べなくなっちゃって、で疲れやすくなったり、場合によっては呼吸困難になる。牛なんか時々あるんですけどね。それとか基本的にやっぱりあともう一つはがんね、ニトロソアミンというがんを発がん物質を作りやすくなる。だから環境を悪くするし、地下水は不健康なものになるし、自分自身もがんになりやすくなるし、おまけに中に過剰に入れた窒素は亜酸化窒素って言って気体になって空気に出ていってたんです。何割か。これが CO2 の300倍も地球温暖化効果があるということが分かってるんです。だから窒素肥料を入れることでもう海汚して川汚して人間を弱くして、そして地球環境まで弱くしてた。残念ながらね。だからどうも農業がね逆に未来を壊してしまってた。工業が未来を壊すのは仕方ないよ。農業だけはねやりながら未来を守る方向にもうそろそろ舵を切らないといけない時代がもう遅いぐらい目の前に来てるわけですよ。でこの農業だったら全然窒素いらないの。不思議よね。だって私窒素足りないんだよ、いつも市場金って。でこの子窒素作れるけどエネルギーがないから大して作れなくて、この子も困ってんの。ボケっとしとったら誰かに食べられるの。お野菜も自分一人で育てたらさ、野菜吸おうと思って肥料吸おうって思ってもないし生きていけないの。3人が3人とも自分一人じゃ生きていけないんですよ。ところが手を取り合うとみんな元気になっちゃうの。すごいと思いません？だこれね、お釈迦様の地獄絵図と一緒なんですよ。鬼の人たちがね長い橋で食べようとするんだけど食べれないわけじゃん、自分は。ほいで人が食べようとするとお前が食べるなんて喧嘩しとるわけよ。ところが同じように隣ではね隣の人たちは橋長いけど自分じゃ食べられないけどどうぞ、あんたもどうぞって3人がみんなで幸せになってる。同じ環境なのに。見たことある？あるよね。まさにそれの自然界だったんですよ。自然界は一人一人は力がなくてもね、みんなで力を合わせてそうやって
力を合わせるともうみんなが裕福になってしまう。そういう農業がやっと今の科学がそういうことを検証がやっとでき始めたところ。だから今まではそれが分からなかったしね、仕方のない部分があってここまで来ましたけども、そろそろ変わらないといけない時代が来てるというわけです。でいくら私がこうやって喋ったところで今日も40人、明日で80人、明後日で120人、それじゃ世界は変わらないんです。どうすればいい？いくら雇ったって間に合いませんよ。どうすれば間に合う？そう、みんなが伝えるとどんどん広がるんですよ。それでも間に合わないかもしれない。実はもう一つのもう一つの方法があって、食料が多分ね値段が上がってきます。そうした時に肥料の値段が上がります。もしかしたらなくなる可能性があります。だって輸入してるから。どうする？みんな餓死するよ。今のうちにこのやり方が普及しとけば、もう日本中竹木あるから、草あるから、だから餓死しなくても済む。そしてそういう恐ろしい時代が来ることによって世界中の人たちが仕方なく全部この無肥料栽培に変わるしかないんですよ。だからやっぱり人生うまくいく可能性があるんです。このままみんながただいい人が増やしていくじゃもう間に合わない。だからもうその代わり恐ろしい未来が一旦やってきて、そこを乗り越えるときに技術革新を起こすしかないと私は思っています。ということは逆に言うと未来を守れる可能性が高いんですよ。だからぜひね、その時が要するに肥料がなくなる、肥料がめちゃくちゃ高くなる、もうすでに2割近く高くなってますからね。今はただちょっとコロナ関係でちょっと給料高くなっただけですけど、今度次はもう本当に輸出してくれないから、そういう時代が来る可能性が十分ありますので、それまでの間に今日のやり方をしっかり覚えて、まず実際にやって自分の目で確かめてください。いくらやってもね、私一応農業の専門家なもんだから信じられないんですよ。竹とか草だけで育つわけがないから。農水省も含めて全くこれのことまだ信じてないというか、ただの遊びの農業じゃないと思ってます。遊びの部類ぐらいしか思ってません。でもみんながやりだしたらね、必ず研究してくれます。そして、一般の農家がやる日が来ますので、そのためにはまず皆さんがやるしかないということで、ぜひ覚えて帰ってくださいね。で、今からここに餌を乗せます。木だけはどうしてダメなの？もみ殻だけでもうまくいきます。草だけでもうまくいきます。一番最初、とにかく私もいないし、この子もいない畑だから、市場菌も地底で細菌もいない畑の中に新たにこのメンバーが入ってこないといけない。そのためにわざといろんな工夫をしててメリハリをつけて入れてくださいね。